今日はレム睡眠と整形外科枕っていうお話をしたいと思います。皆さん、レム睡眠、ノンレム睡眠覚えてますか？私たち以前に動画で、深く説明していますので、もしよろしかったらレムノンレムちょっと忘れちゃったなという方はそちらの動画を先にご覧になってから、このレム睡眠と枕のお話を聞いていただければと思います。ちょっと簡単におさらいするとですね、レム睡眠、ノンレム睡眠あります。レム睡眠というのは、ラピトリーアイムーブメント、目がキョロキョロ速く動いている状態の眠り、つまり脳が覚醒している眠りです。体はぐったりとしています。レム睡眠はノンレムですから、レムではない睡眠のことですね。こちらは、脳をしっかりと休ませ、体もゆったりとしている、そんな眠りです。以前はですね、このノンレム睡眠4段階に分かれていて、深い深睡眠という状態になるので、ノンレム大事だよと思われていました。そしてレム睡眠はなかなかその意味、価値が分かっていなかったんですが、睡眠の科学者たちの功績によってどんどんこのレム睡眠というものが解明されてきた。レム睡眠もノンレム睡眠同様にとっても重要な睡眠であるということが分かってきたんです。そのレム睡眠と整形外科枕について、ちょっと古いんですけどもね、2003年ぐらいから、3年4年間私が睡眠センターに通って睡眠の研究をした時の結果を交えて今日は解説していきたいと思います。よろしくお願いします。こちらをご覧ください。ポリソムノグラフィーという週夜一晩中体にたくさんのモニターをつけて睡眠状態を検査する検査機器、これを用いまして枕の有効性を検証しました。枕がない時、そして適切な高さの枕を使った時、これ整形外科枕の実は中身なんですけれども、枕を調節した時を比較して、レントゲンを取り、ポリソムノグラフィーを用いて検査を行いました。レントゲンで見ても一目瞭然です。枕がない時は上を向いて寝ると首がまっすぐになって非常に首に負担がかかっているのが分かります。横を向いて寝ると枕がないから頭がドーンと下がってしまって非常に首が曲がってしまう。首が曲がれば首の前にある気道という空気の通り道もひねられてしまうので呼吸が苦しくなってしまいますね。一方、適切に枕を整えると首の角度、私たちの研究でこの15度前後に首の角度がある状態最適なんですけれども、この15度に近くなること、そして横を向いた時も首がまっすぐ体の軸が通っていて寝てるところと真正面と平行になるため、首の骨も神経も楽だし、その前にある気道、呼吸の通り道も楽になるわけですね。じゃあこうやって寝た時どうなるか、ポリソムノグラフィーの結果を見てみてください。これは上向きの時間を見ています。上向きで寝ると無呼吸やいびきが起こるので、多くの睡眠の研究者は、上向きではいびき無呼吸の患者さんは寝かせないように、横を向くと楽なので横向きで寝ましょうと言っています。でも私は上を向いて寝ていても枕がちゃんと体に合っていればいびきや無呼吸が、ひどくならないのではないかという仮説を立てて検証しました。実際に枕がなしで寝ている時から指摘枕、適切な高さの合ってる枕を使った時、平均上向きの時間なんと倍に伸びているんですね。じゃあ上向きで寝る時間長くなったのって本当にいいことなの？それ無呼吸起こってないの？という視点でこちら見ていただくと、
こちらは無呼吸の回数を見てるんですが、枕がない状態で寝ているよりも適切に高さの合ってる枕を使うと、なんと無呼吸回数、これ減っているものが大半なんです。結果的には6例中5例 83% の方が上向きの時間が伸びたけれども無呼吸の回数が減ったという結果になりました。つまり枕の高さを合わせることで横向きにならずとも上向きでも寝れる可能性が示唆されたわけです。今度はですね、これは、その睡眠センターに備え付けの、実はこんな形の凹凸の枕が病院に備え付けられていたんですが、これ患者様入院してポリソムノグラフィーの検査をするときにいろんな体格の患者様がいるんですが、同じ枕で寝かされていたんですね。これはおかしいじゃないですかということで、一人一人夜に病院に来てポリソムノグラフィーの検査を受ける前に枕を一人ずつ計測して適切な高さの枕を使っていただいて、夜中2つの枕を途中で変えて検査をしたという結果です。睡眠の前半で病院の備え付けの枕を使った方、後半で整形外科枕を使ったパターン、逆にひっくり返して睡眠の前半で整形枕を使い、後半で病院備え付けの凹凸枕を使った場合っていうのを比較しているんですけれども、これ、レム睡眠とノンレム睡眠を分けて表示しています。レム睡眠に関しては、ステージでね、ちょっとごめんなさい、ステージっていうのずれてますけど、ここはステージを言っていて、これはレム睡眠、ノンレム睡眠のステージ1、浅い睡眠、ステージ2、徐々に深くなっていって、ステージ3、ステージ4がとても深い睡眠ということになります。一つずつ見てみましょう。まずレム睡眠は病院の枕、水色の方ですね。それから整形外科枕、赤い方。これどうなってるかというと、レム睡眠は病院枕より整形外科枕でドーンと増えるということが分かります。レムが増えるわけですね。そしてステージ1のとても浅い睡眠とは、病院の枕よりも、整形外科枕で減ることが分かりました。要は最も浅い眠りは減り、少し、それより深い眠りがちょっと整形外科枕増えまして、でも病院の枕よりは整形外科枕の方がまだ浅い睡眠は少ないですので、まずこのレム睡眠が整形外科枕で優位に、このマークがついているのは優位に意味のある増加ということになりますので、整形外科枕を使うとレム睡眠が増えるということが分かったわけです。このデータに対して某筑波大学の有名な睡眠の教授にお話を伺ったところ、このようなコメントを頂戴しました。レム睡眠が増えているっていうことは整形外科枕良い変化だと考えられます。ステージ1が減っているのも良い変化だと考えられる。浅い眠りが減ったわけですから。そしてステージ3、ステージ4のほとんどがゼロというのはちょっとこれは一般的には考えにくいねという、厳しい言葉もいただいています。現在はステージ3までになっているが、通常 10% から 20% ほどはステージ3とかステージ4っていうのがこの時代はあったんだよっていうことを追加してご解説いただきました。レム睡眠というのは一般的には皆さんこんな認識なのではないでしょうか。イメージ、目がキョロキョロ動いて脳が活動的に動いている。脳波としては低振幅の速い波が動いていて、夢をよく見る眠り
眼球が動いている眠り、そしてバイタルサインといって心拍、血圧、呼吸、こういったものが比較的あまり落ち着いてない、変動しているような眠り、そして脳の活動が活発、そして骨格筋が、体の筋肉は緩んでいる、そんな眠りですね。レム睡眠では脳が活発に働いて、これは記憶の整理、そしてそれを定着させる。例えばテスト勉強、思い出してみましょう。夜一生懸命、明日テストだから頑張って勉強しなきゃ、詰め込みますね。でも睡眠を取らないと、レム睡眠を取らないと、その入れた知識が整理されないので、翌日テストの時にスラスラと出てきません。なので睡眠時間を削って勉強するのではなく、しっかりレム睡眠をとって、記憶の整理や定着をしないといけないわけです。レム睡眠は新生児の全睡眠の 50% とも言われますし、成人になると赤ちゃんよりかずっと減って 25% になると言われています。どれだけこの成長したり、たくさんのことを覚えなきゃいけない新生児、赤ちゃんにとって大事な眠りなのか、人間の生理的に必要な眠りなのかということが分かります。高齢者では、レム睡眠が減ってノンレム睡眠も減っていきます。この全てが解明されたわけではありませんが、レム睡眠の重要性というのが今まさにどんどん明らかになっているところです。最後に先ほど申し上げた、筑波大の睡眠の大家教授がおっしゃっているところでは、レム睡眠は浅い睡眠では決してないんです。ノンレム睡眠と同様に深い睡眠、外的な刺激から隔離されたとても深い睡眠だということが近年分かってきました。睡眠の前半に深い睡眠、寝てからドーンと深い睡眠起こりますが、それも重要だけど、睡眠の後半に増加するこのレム睡眠も重要であると言われているんですね。ですので、非常に、赤外が枕でレム睡眠が増えるということは、どうも大きな意義がありそうだということになります。これは、非常に、驚かれた科学的研究の結果なんですけれども、レム睡眠が 5% 減ってしまったら、なんと総死亡率は 13% も上昇してしまうということも世界で分かってきていますので、とても、レム睡眠重要だということがこの一節からも分かるかと思います。皆さん、今日はちょっと難しい話だったかもしれませんけど、なんとなくこのレム睡眠分かっていただけましたか？どうも人間にとって重要な意味のある睡眠、レム睡眠、これが私たちの整形外科枕を使うと増えるということが科学的研究によって分かったわけですから、皆さん睡眠に興味のある方はぜひぜひ整形外科枕を使ってレム睡眠を増やして眠ってみてください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。